それではですね、スライダーを使ってどのようにアバターのオブジェクトを切り替えていくかの説明などですね、導入説明についてしていきます。まずスライダーを用いるためプロジェクトにですね、モジュラアバターが導入されていることを確認しておいてください。こちら必須となっております。ブースからダウンロードしていただいて、Unity パッケージをプロジェクトにインポートしていただけると、クエタンというフォルダの中にスライダーというですね、ものが追加されています。でこの根元ルートにありです。ルートのディレクトリにあります、スライダー .prehab っていったものをアバターの直下にこのように配置してください。そのままこのオブジェクトごとですね、好きな位置、好きなスケールにですね、動かしていただいて、配置していただくと、基本的には導入は完了となります。で例えば、ヒップに固定したい。今回はヘッドに固定してみましょう。スライダーのこのコンポーネントにですね、ボーンプロキシを追加してあげてですね、ここでヘッドにしていただくと、このようにしていただくだけで、よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。こんな感じでですね、動作の確認ができます。で、こちらはですね、同様に、このような形で、今回だとスライダーバリューという形でですね、OSC にも流れておりますので、様々なご用途に使っていただければなと思います。で、スライダーパラメータリネームのここをですね、スライダーを名前を変更していただくと、バリューテストでもしておきましょうか。このように名前を変更していただけると、先ほどのパラメータ、こちらもですね、変更されまして、このように移動すると、バリューテストというですね、OSC のパラメータも名前が変更されているのが確認できると思います。こちらでですね、スライダーの PB、ストレッチという名前じゃなくて、いろんな名前に変更することができるようになります。それではですね、こちらのパラメータを用いて、例えば今回はまぬかちゃんのですね、尻尾のスケールを変更することに挑戦してみましょう。まずはですね、尻尾の変更をするためのアニメーションを作成するところからです。こちら分かる方は飛ばしていただいても構いませんが、まずはですね、からのアニメーションコントローラーを作りましょう。そうするとですね、アニメーションの作成がスムーズにできるようになります。こちらは最終的には使わないので、適当にですね、名前を言っていただいて、今回はアバターの根元にですね、アニメーターがありますので、そこに作ったアニメーションコントローラー、アニメーターコントローラーを配置してください。その次にですね、アニメーションを2つ追加します。今回はテイル1倍とテイルを3倍まで上げましょうか。こんな形ですね。テイル1、テイル3というアニメーションを作成して、この新しく作ったアニメーターコントローラーにですね、どちらも適当にこのようにドラッグ&ドロップで配置してください。これは適当でいいです。結局最後は使いませんので。で、ここまでいったらアニメーターを作成していきましょう。この根元のアニメーターがついているオブジェクトをクリックしていただいて、アニメーションというところのウィンドウをですね、確認していただけると、このようにテイル1、テイル3が確認できると思います。この状態でですね、レコードボタンを押して、マヌカテイルを1倍っていうのをちょっと1回変えて1にしますね。このように1倍のスケールを録画。次ですね、テイル3の状態で、マヌカテイルを3倍に変更します。このようにしていただけると、テイル1のアニメーションとテイルが3倍のアニメーションが作成できました。そしてですね、アニメーションが作成することができたら、このアニメーターはもういらないので、選択していただいて、デレートボタンを押していただけると、初めの状態に戻ります。それではですね、次はブレンドツリーの設定に参ります。先ほどですね、このスライダーパラメータを変更された方は、そのスライダーのパラメータを覚えておいてください。今回は、スライダーのテイルスケールでも名前をしておきましょう。次にこのスライダーのオブジェクト内に Create Empty で Merge Blend Tree でも名前は任意でいいんですが、このように新しいオブジェクトを作ってあげて、ここにですね、
MA のブレンドツリー、マージモーションですね。モジュラーアバターマージモーションっていうコンポーネントを追加します。で、その次に、プロジェクト内でクリエイトをさらにしまして、ブレンドツリーを作りまして、これをテイルスケールでも名前を付けまして、このようなブレンドツリーの編集画面に入ります。ブレンドツリーの編集画面に入りましたら、このパラメータを先ほどの、スライドパラメリネメータスライダーパラメータリネームの名前変更した後のもの、もしくは変更されてない方はこちらの上のパラメータを先ほどのこのブレンドツリーのパラメータに入力します。次にモーションの右下のプラスをクリックしまして、アドモーションフィールドを2つ出して、1の方に1を、0の方に1ですね。すいません。0の方に1を。次は1の方に3をします。こうすることにより、このパラメータが0の時はこれ。最大1の時はこちら。というようにですね、滑らかに遷移していくような状況をすることができますので、徐々に1倍から3倍まで尻尾が大きくなるような動作をするようになります。こういうブレンドツリーができましたら、この先ほど作ったマージブレンドツリーのところにですね、結合するモーションにこの先ほどのブレンドツリーを入れていただきまして、パスモードを絶対的にしてください。はい、こうすることによりこのスライダーで尻尾のスケールを1倍から3倍まで動かすことができるような仕組みが完成しました。実際に試してみますと、よいしょ、こうするとですね、このように尻尾がとても大きくなることが確認できると思います。あら、つかめない。このようにですね、尻尾が1倍から3倍までとても大きくなることが確認できました。先ほどのアニメーションの作り方にいろいろと、例えばシェーダーのですね、トランスペアレント、スケール率にですね、設定したりだとか、様々な風にご使用していただくことで、このスライダーのギミックをもとに、アバターのいろんな動作をすることができるので、ぜひご使用してください。以上で、スライダーのギミックの動作説明を終わります。何かあればですね、ブースのコンタクトだったり、X の DM 等でご質問していただければ幸いです。